どうもワールド3315です。今回のエンジンビルドは GM-LT1396 ツインターボのベースエンジンになります。まずはターボで下級するっていうことで絶対的な強度は必要になると思います。ただ強度といってもノーマルブロックを加工するので限界はあります。以前親しい業者さんでコルベットの C6 それの、GO6 っていうんですか、LS7 の7リッターが積んでるやつ、これをですねツインターボキット組んだんです。でどんどんシャーシーダイナモでブーストを上げていきまして、どこまで上げられるんだろうかなっていうところで、ちょうど850馬力ぐらい達したところでシリンダーがパカッとこう割れちゃったんですね。それでスリーブを入れて以前直したっていうことがあるんですけども、そこまではおそらくこれいけないとは思います。徹底的にちょっと補強が必要だということで、まずはですね、ブロック前回、おすすめしたように、ベルトサンダーでガリガリ削ります。ブロックなんですけども、これただそのまんまやってもいいところ500馬力持つか持たないか。そこで今回はですね、ダートンスリーブっていうすごい有名なスリーブなんですね。それを、内燃機屋さんの方で圧入してもらいまして、これを入れました。でこれブロック見ていただきますと、こういうふうになんかスリーブが入ってるっていうようなのが見てわかると思うんです。スリーブが入る分だけ削って、圧入をして、で、シリンダーを整えるわけですね。その指定のボアサイズに。でそこから、ボーリング、ホーニング、それで最後ブロックメンテン、こういうようなことをやるんですけども、このですね、中側の方、ブロックの、下の方ですね、このシリンダーの下がちょっとはみ出てるところ、これだけで、ロングストロークになるとクランクシャフトがカーンと当たって回らなくなります。そこをガリガリ削っていくわけですね。ただあんまりやりすぎてもダメです。これギリギリ狙わないといけません。まずはですね、エンジンサイズからいきますと、ボアが、4.03 インチ、これで30オーバーということですね。でちょっとボアアップしたという感じです。あとはストローク、これが 3.850、 通常の350が 3.480 インチなのでだいぶストロークアップした。でその代わり、あちこちにまたぶつかるのでそれを削っていきます。そして今度はですね、リフターですね。リフターの部分なんですけども、このリフターガイドのところは1回必ず点検しないといけません。まずハムを入れて、ソリッドリフターですので、リフターとリフターをつなげるためにバーがあるんですね。でそのバーがですね、ここにぶつかってしまう。でそれもチェックした上でまた削っていきます。前の427のエンジンと一緒です。で一通りブロックを削り終わりましたらは、次はこのクランクシャフトを1回仮組みしてみます。
で、この仮組ですね。まずクランクシャフトは、イーグル製の4340フォージド、単造製のものです。それの 3.850 インチストロークで、指定ロッドサイズは、コンロッドの長さですね。これは6インチのロッドになります。そして、LT1 ってクランクシャフトの先端にキーがついてないんですね。だからどこでもハーモニックバランサー入っちゃうみたいなもんなんですけども、ここはですねぴったり合わせましてキーが入るようにキー加工しました。でこのキーもですね普通に売ってるクランクキーですと吹っ飛んでしまうんです。で吹っ飛んでしまうのでこれはですね ARP の黒森のボルト、これを用意しまして、そこからクランクキーを削り出してワンオフで作ってます。このブロックのオーナーのこだわりなんです。クランクを乗っけましたら一度クリアランスを測ってみます。そうしますとこれはですねこの輪っかの部分、0.038 ミリ、インチでいうと 0.0015 インチなんで、だいたいこのマニュアルで見ますとこれで許容範囲ってなってるんですけども、これ下級機の場合はここ広くないとダメです。これだとガーンと踏んでブーストかかった時にすぐギャンと焼き付きますので、ここはですね、ベアリングの交換とクランクシャフトの方の加工で対応することにしました。そしてピストンですね。使うピストンはダイヤモンドピストンっていうもので、これこういうメーカーなんですけども、主に下級機専用みたいな感じで頑丈に作られてるんですけども、めちゃくちゃ軽い、そして、精度もあり、一個一個の重量バランスも取れているっていう優れものなんですけど、とにかく値段もめちゃくちゃ高いです。形状がすごく変わってるんですね。ただただ圧縮比を落とすためにへこんでるってものではなく、爆発した時の熱効率で、あとは圧力のかかり具合、こういったものを考えた上でちょっと変わった形をしてるんです。396LT1、まずこの単造クランクを乗せてみます。ジャーナルの方はもう計測済みです。そしてクリアランスを測ってみます。そうしますと、グリーンのプラスティゲージでクリアランスが 0.05 ミリぐらいですので、少し開いたって感じですね。そして、これはインチに直しますと 0.0023 インチぐらい、このぐらいだったら大丈夫だと思いますので、これで組んでいきたいと思います。次はコネクティングロッドの組み付けになります。コネクティングロッドの方に使うまずベアリングです。これがクリバイトのメタルになりまして、パーツナンバーが CB-663HNK-1、これはですねハイパフォーマンスメタルってちょっと硬いやつがあるんですけども、それをさらにコーティングをかけてあるっていうコーティングメタルなんですね。でコーティングの分だけ若干ちょっとメタルの厚みが出ます。
それも考慮した上でクランクシャフトの方のジャーナルの方をしっかりと見ていきたいと思います。これメタルですね。これはパーツナンバーが663、その後に H って書いてあるものがハイパフォーマンスの H なんですね。 H ってつくものに関しましては、これ上下どっちでもつくっていうもんじゃないですね。よくメタルの背中を見ていただきますと、アッパーとロアっていうふうにこれ分かれてます。ちゃんとアッパー側はコネクティングロッド側、ロア側は、キャップ側の方に取り付けるように注意してみてください。次にコネクティングロッド、これはイーグルの H ビームコネクティングロッド、長さは6インチになります。H ビームっていうのはもうスパッと切ったところがエッジ断面でいうヘビーデューティーのコネクティングロッドになります。ただやっぱり強いっていうとそれだけ重くなるんですね。で重いのでその分だけちょっと、バランスを取り直さなきゃいけないとかそういう問題がありますけど、これはがっちりと取り直してありますので問題はありません。そして先ほどご紹介いたしましたダイヤモンドピストン、これのこのサークリップですね。このサークリップピストンピンを留めるものなんですけども、これってどうやって入れるのっていうのがあるんですけど、専用の工具も出てます。ただそれを持ってる人も少ないと思います。これはですねまずビヤーっとバネのように伸ばしていただきます。そうしますと直径が若干小さくなるんですね。それでパチパチとスルスルっと入れていくような感じですね。手でも入るは入るんですけども、ドライバーとかうまく使って入れていただければ問題はないと思います。これに使えますピストンリングです。トータルシール製のキャストピストンリングで、主に下級機で使うようなものです。まず合わせますと、これピストンリングのギャップっていうのはギャップレスじゃないんですね。もう自分で調整してくださいっていうようなプロ用のやつなんですけども、ここの指定がですねかけるブースト圧とか使う燃料でだいぶ変わってきます。で今回のこの指定がですね、このシリンダーのボア 4.030×0.0055 インチ、ピストンリングのギャップは 0.022 インチなんですね。これも、その仕様によってだいぶ変わるんですけども、今回は、トップリング一番上のリングとセコンドリング、2番目のリング、これも、同じ数字になります。そしてこれを削っていきまして計測しながら全部で16個行います。でこのトータルシールのキャストピストンリングのちょっと特徴なんですけど、トップリングはそのまんま通常のピストンリングと同じように1個だけ入ります。そしてセコンドリング、これはですね若干薄くしてありまして、その分だけスペーサーっていうシムが入ります。そしてピストンリングのこのギャップ、隙間のところですね、この隙間のところっていうのを埋めるような感じでまずセコンドリングが入ります。
そして最後、オイルリング。このオイルリングも通常はオイルリングのこのギザギザのバネバネみたいなやつが入って、そこの上と下にシムが入ります。大体それで終わりなんですけども、これもですね、またさらにその下にですね、スペーサーっていうシムみたいなものが入ります。ですからかなりの枚数が入るようなことになりますので、絶対オイル上がりがしないみたいな雰囲気なんですけども、実際はかけたブーストが逃げないっていうような、そういう構造になっています。かなり信頼性高いんですけど、これもとにかくいいお値段します。基本的にこのオーナーさんなんですけども、何でもやっちゃうんですね。溶接でもエンジンを下ろしたりエンジンばらしたりとかいろんなことやっちゃう人で、でもエンジンの組み上げだけは何か自分でやらないっていう、毎回僕のところにご連絡が来る人なんですけども、結構付き合いの古い方で、やっぱりすごい人っていうのはなんかこう変わってます。ですから徹底的なこの方はこだわりあります。ですから部品は全部このオーナーさんの方で揃えてます。そして手を加えられるものは手を加えてあります。それを僕はただ組んでいくだけ、計測をしながら組んでいくだけっていう感じになります。そして今回のLT1 での目玉なんですけども、これはホーリーの EFI、それで制御するわけですね。ホーリーのフュエルインジェクションのコンピューターで制御するっていうことは、そのホーリーで制御できるような環境を作んなきゃいけないです。ただ残念ながらLT1 っていう環境が、LT1 の環境というよりも指定っていうものはないんですよね。ですから基本的に LT1 は制御できない ECM なんですけども、じゃあそれを制御できるようにしようと。それで、今回のその目玉というのはですね、ベルトドライブ、このベルトドライブによってクランクトリガーを使います。クランクトリガーを使ってデスビもその前について、さらにベルトドライブ、こんなものはLT1 用って売ってないんです。それでビレット削り出しでこのオーナー作っちゃったんですね。それをじゃあそれで組もうっていう話になりまして、じゃあ LT1 の上につく TPI みたいな
スロットルボディとかつかないじゃないかってなるんですけど、ターボなんで今度配管なんです。インテークマニフォールドがありまして、そこにスロットルボディ、そしてターボ用のこのスロットルボディエルボー、これで90度曲げまして、ここから下級をするっていうような構造になります。こうひっくり返してみると LT1 でも何でもないんじゃないかみたいになるんですけども、あとはこれをつく都合上、今回は組み方を普通は今回は組み方を変えようかと思ってます。通常はピストン、クランク、コンロッドとか入りまして、でカムでタイミングチェーンカバーみたいなものがつきます。タイミングカバー、フロントカバーですね。それでオイルパンがついてヘッドが乗っかってっていう順番なんですけど、今回違います。オイルパンは後につけます。まずは、エンジンの腰下ですね、これを組み上げまして、カムまでは一緒。そして次に、シリンダーヘッドを乗せます。でシリンダーヘッドを乗せまして、プッシュロッドの長さとか測らなきゃいけないですね。でそれもありますし、次にでベルトドライブをセットしていくっていうような、ちょっと順番バラバラですけども、これ多分ベルトドライブだけはベルトドライブで、もう一回ちょっと解説動画みたいなのを作った方がいいかななんてちょっとオーナーと打ち合わせしてるんですけども、なんかどういう風に組んでいいんだかちょっとよくわかんないので難しいです。まずはこんな感じで進めていきますので。